前回の動画では石垣港離島ターミナル周辺で一番レトロかわいいホテルトゥッカミーカをご紹介しました。5泊6日沖縄旅行も4日目。今日は石垣島から西表島に移動します。大自然に囲まれた西表島で絶対にしてほしいことを2つご紹介します。今回の内容はこちら。まず石垣島から西表島への渡り方を分かりやすく解説します。そして西表島で絶対にすべきこと1つ目、ナーラの滝ツアーの詳細をお届けします。続いて絶対すべきこと2つ目、絶景スポットをご紹介。最後にこの動画のまとめと次回予告で終了です。気になるところだけでもご覧ください。では石垣港から西表島への行き方を説明します。石垣島から西表島へは高速船で行くことができ、安永観光と八重山観光の2社が船を運航しています。西表島には上原港と大原港の2つの港があって、星野リゾートに宿泊する場合や滝ツアーなどのアクティビティに参加する場合は上原港を使います。しかし特に冬場は上原港の欠航率が高く、欠航の場合は大原港を使用することになります。上原港行きの船が欠航の時は大原港から上原方面のバスが出ます。こちらのバスは上原港までのチケットを買うことで利用できますが、先着順なので希望者が多いと乗れないこともあります。下船後早めにバスに乗ることをお勧めします。またドライバーさんに目的地を伝えるとそこまで連れて行ってくださいます。大原港から上原港まではバスでおよそ1時間かかります。欠航の情報はインターネットで確認できるので、当日の運行状況を確認しておくことをお勧めします。
今回は西表島に来たら絶対にしてほしいことを2つご紹介しました。今回お届けしたナーラの滝ツアーはおよそ4時間カヤックを漕ぐので、体力に自信のある方におすすめ。カヤックの上から見る景色が最高でした。初心者の方はピナイサーラの滝もおすすめ。以前私も参加しましたが、ナーラの滝よりも体力的にかなり楽でとても楽しめました。西表島のツアーはトレッキングシューズやリュックなどを借りられるので、手ぶらで参加 OK なものが多いです。濡れてもいい動きやすい服があれば気軽に参加でき、大自然を存分に味わえるのでやらなきゃ損です。またうなり崎公園から見る夕日は格別で、一日の締めくくりにぴったりです。ぜひ行ってみてください。次回の動画は西表島のおすすめホテルヴィラうなり崎をご紹介します。お部屋から一歩外に出ると穏やかでとっても落ち着ける空間が広がっていました。西表島の大自然を存分に感じられるホテルでとってもおすすめです。ぜひご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。